こんにちは。アミリスの徳子です。メリです。今日は、4月3日に新刊ソックニッティングクラブ、ソッククラブの人気パターンコレクションが出るので、はい、その紹介をしたいと思います。はい、はい、お願いしお願ます。いします。ソックニッティングクラブ、昔出した靴下の本の、はい、セカンドぐらいなんですか、気持ち的には。そうですね。一応続きを意識して続きを意識して似た表紙にしてみました。はい、はい、してみました。はい、こっちも最初にやったソッククラブのパターンと、あとそれだけではちょっと数が少なかったので、ラベリーで探した、良さそうなパターンをいくつか翻訳させてもらって、一緒に本にしたのがこっちで、最初ちょっとしか印刷していなかったっていうのもあって、あっという間に売り切れて、これはもう絶版になっておりますので、それから買えないのかって言われ続ける日々、でついに新しいのが、なんでこれはもう諦めてこちらを買ってもらうと。はい。でパターンは違うんですけど、読み物とかは結構また同じものを再掲したりしております。はい。はい。ということで、ソッククラブについてご説明ください。突然投げられた。知らない方はクラブってなんだろうって思ってらっしゃる。そうだよね。ソッククラブとは、アミリスではソッククラブもやったし、ショールクラブもやったし、セータークラブもやったし、そうですね。はい。いろいろやりました。基本的にはなんか糸とパターンが勝手に送られてくると。そうですね。サブスクの、クラブみたいなもので、その月になったら勝手に糸とパターンが送られてくるっていう仕組みが一般的かなと思うんですけど、なんで私たちも最初の頃はそういう感じでやってたんだよね。なのでどんな色が来るかも全然わからないし、何のパターンが来るかもわからなくて、靴下が来るっていうだけなんですよね。でもともと私アミリスを始める前に海外のソッククラブを買っていて、2ヶ月に1回とかパターンが送られてきて、ひたすら靴下を編むっていうのをやってた時があったんですけど、なんかそういうのやったら面白いかなと思ってやってみたんだよね。一番最初ソッククラブやって、次ショールクラブやって、でセータークラブやったり、またショールクラブやったり、なんかいろいろしましたね。そうですね。で、またソッククラブに戻ってきたんですけど、今やってるソッククラブはちょっと趣向が違って、もう最初から今月これを売りますって言って、例えば今月はこのパターンですって言って、もう見せた状態でその月だけ買えるっていうソッククラブを今やっているので、サブスク制ではなくて、皆さんパターンを見て、あ、これ良さそうだなと思ったら糸も色も選べるっていうのを期間限定販売だっていうだけなんですけれども、でやっています。それでその1ヶ月しか買えないので、過去のパターンもまた見たい方がいるかなっていうのもあって、それを集めた本をそうですね、今回作りました。2017年度のソッククラブから入ってるってことなので、結構前？結構前だね。結構前だよね。そうかも。一番古いのはこれかも。ドッチンさんのものが富士。これもか。これが2017年です。にやったソッククラブのかなと思いますが、懐かしいですね。これはだるまのそうだ糸が出るからね。スーパーウォッシュメリノが出た年に作りましたので、スーパーウォッシュメリノで編んでます。それでこれはラビアンエメでアミリスカラーを初めて作ってもらった時にパターンに使ったもので、とっても好評だったね。懐かしいね。懐かしのになってます。そうだね。あとはちょっと最近ですかね。最近のものはこの辺とか。これはあれじゃない？ゆっかさんの。これもちょっと前だよね。そう、これすっごい売れましたね。このパターン。
愛いです。それは2021です。そうそう、懐かしいですね。はい。とかこれはサリさんかな。これはパウラ。この2つはパウラかな。サリさんはこれ？あ、サリさんこれだ。はいはい、サリさんこれですね。とかいろんな年のパターンがありますね。はい。よかったですね。そうですね。はい。はい。とっても良かったです。デザイナーさんによっていろいろ特徴があるんですけれども、まあ長年やってるトッチンさんは、私たちいつも困ったらトッチンさんに靴下を頼むっていう、とっても上手な。とにかく凝ってる模様がきますね。これなんてここにね。これすごいんです本当に。ここに見たらわかると思うんですけど、これも変わったかかっそう、ここに模様をこう入れるっていうすごいですね。はい。なってます。はい。いつもすごい。これもそうかな。はい。だよね。すごい。すごい模様になっております。はい。はい、もう本当に長年靴下をデザインしていただいていて、いつも本当にお世話になってます。あともう一人いつも頼んでるのがホルガーで。ホルガーですね。ホルガー今回これとこれですね。はい。っていうことで、これは多分自分でレース模様組み合わせて好きなようにやれっていう。そうだよね。パターン本にはジェネラルホルガーかなって書いてあるかもしれない。ホグバッファーか。男性なんですけれども、本名ではない、はい、デザイナー名が載ってるんですけど、これも結構すごい凝ったジグザグ模様が。そうなんです。チャートを好きなようにやってくれって書いてあるので、いつも本当に変わったデザインのものを作ってくださってて、感心しております。それであとは恵子さんですね。恵子さんこちら横編みになっておりまして、まさかの横編み、そしてインターシャになっておりますので、靴下を編み慣れている人に編んでいただければ。ちょっとこれが初めての靴下には絶対無理なので、やめていただきたいと。いろいろね他のものを編んで慣れてからちょっとチャレンジしていただければありがたいなっていうやつなんですが。でもこの底の部分がガーターになってるので、結構伸縮性もあって編みやすいですよ。編みやすいし履きやすいし面白いんですけれども、ちょっと靴下の構造体が分かってないと最初すごくつら編み物になるので、よろしくお願いします。そうだね。あといつもお願いしてるのがゆきさんですね。ゆきさんはこの富士ソックス、富士山はですね、輪で編むインターシャになっておりますので、動画を一生懸命撮りましたね、はずなさん。なんですがこちらも靴下を編み慣れた人にお願いできて、メリヤスなので簡単そうに見えるかもしれないんですけど、この他にはない輪で編むインターシャになっております。ちょっと難しい。そうなんですよ。よろしくお願いします。こっちはね、大丈夫。こっちは大丈夫。東京タワーです。みんな大好き東京タワー。可愛いですね。東京タワー出来上がってくるときっとワクワクされるかなと思いますので、東京タワーになっております。がいつもお願いしてる方ですかね。他は1点ずつとかになっております。それで一応スキルレベルが1、2、3ついてまして、3が最難関です。3が一番上なんです。そうです。これとか最難関になっていまして、普通に編めるやつは1なので、初心者の方というか靴下を初めて編まれる方はぜひスキルレベル1から始めていただければと
思います。はいはい。普通の一色で編む靴下がうんおすすめですね。編み込みはやっぱちょっと大変だったりするから。はい。そうだね。あと変な方向から編むのとかそうそうそう。ちょっと大変ちょっとね、何やってるかわからないとね。イメージが湧かないって問題があるので、はい、それでお願いできたらと思います。はいはい。今回は足は私になっておりまして、はい、はい。モデルのところを見ると名前を入れていただいています。はい。ありがとうございました。で、前もモデル。前の本もはい。名前入ってた。名前入ってましたけど、はい、今回は筋肉痛にならなかったってことですね。ピラティスのおかげで。はい。どの体勢が一番辛かったかな。前の本はね、すごい覚えてる。とっこさんが、痛い痛いとか言って、倒れるみたいな。そう。でも今回さ、そこまででもないかも。無理な体勢なかったんじゃない？そうですね。で、今回は、問題は公園に行った時にものすごい蚊に刺されたっていうことと、そうかも。そうだよね。でも結構自然に見えて、この靴下脱ぎかけで止めるとか、それはちょっと意外とね、これとかこう足上げっぱなしとかで辛かったりはするんですけど、前回さ、つま先立ちのままそこでストップとかが結構あったよね。はい、そこではいもうちょっと頑張ってみたいな感じを言われました。今回あんまそういうのなかったかな。座ってるとか。そうね。蚊に刺された時ぐらいじゃない、一番大変だった。そうかもしれない。だから筋肉痛にならなかった。そうかもね。あとおかしかったのが、カメラマンが男性なので、公園に行った時に足を取ってるからすごく怪しいね。そう、またマサさんが背が高いからものすごいローアングルでこうなって私の足取ってるから、これ私とマサさんだけだったら本当に怪しい感じだけど、周りにみんながいるから、なんか撮影やってんだなって感じしましたけど、それをマサさんが言った時にすごくおかしかったです。そうだね。みんないてよかったね。みんないてよかったね。言いながら撮りましたね。はい。そういう思い出がありました。そうですね。そんな感じでしょうか。本当は靴を履いてる写真を表紙にしたかったんですけど、前がそうだったからね。ちょっとでもちょっといい写真がちょうどいいのがなくて、これになりましたね。はい、なりました。はい。とにかく足になっております。そうなんです。でもなんかいい感じにできたかな。ちょっとレイアウトの時に足ばっかりで若干盛り上がらなかったんですけど、やっぱりそうですね。そうそれがね、いつもと違うんだよね。フルカラーなのか。確かに初めてフルカラーにしました。フルカラー見積もり初めて撮ったね。そう。そうなんです。外国の本みたいに1個ずつ写真とパターンっていうフォーマットに初めてしてみました。やっぱりそうするとフルカラーにしないとできないので、いつもやってないんですけど、なんせ靴下ばっかりなのでそうちょっとね、ちょっと違うことしてみようかなと思って今回始めて、英語来て日本語ですか。はい、になってますので、英語で靴下を編んでみたい方は英語をやってみられたらいいんじゃないでしょうか。はい、もちろん日本語でやってみられたり、パターンの、スキルレベルが1のやつは基本的な靴下の編み方がほとんどなので、靴下をやってみたいって思われてる方すごいぴったりだと思います。1ってどれ？これとか？はい、あとこれ、あと東京タワーも1だと。これも1なんだ。だと思う。初めて編むんだったらちょっとこれよりはこれただのメリヤスなんだ最初。あとこれとかこれとかですかね。がおすすめですかね。これちょっと模様が若干複雑。そうかな。私だったらすいません、私が作って。そのレース模様が意外と初めての方には、レースではないけど。そうね、レースっぽいはレースっぽいです。で、あとね、パレードだから、これは
初夏の靴下って感じなので、そうですね。はいまあ初めての方はこの2うんつくらいが、ショートのやつもいいかもしれそうだないですねね。。これ短いはい。のがあるので、前も入れたんですけどこの形、今回も入れて、はい。はい。こういうのもいいかなと思います。はい。ぜひはい。楽しんでください。はいあと今年もソッククラブ、今年やらはないんだ。ショールクラブになっております。そっか。はい。いつからですっけ？ 4月からです。もう間もなく。あ、そう。はい5ヶ月連続でショールクル。そうなんです。ちょっとクラブです。ソッククラブとかのクラブものをうやってるのが、蓮田さんなんですけれども、んあと私もなんですけど、ちょっと靴下やりすぎちゃってね、うん新しいことやりたいなって気持ちで今年はショールにしてみました。はい私たち。ね、はい。そうだった。はい。なので靴下見たい方はぜひこの本をそうです。ね。はい。簡単なものから難しいものまで。そうだね。網羅されてこますし。のだから5、6年分の中から人気があったものとか、はい。面白いものを選んでるので、はいはい。あと基本的にゲージ等で編めばですね、履きやすい靴下が揃ってると思うので、普通に靴を履いて履ける靴下出来上がると思うので、そうだね。はいはい。あと tips もねいろいろ入れました。あ、皆さんからいただいたそうです Q&A ねはいにお答えしているコーナーもはい本に載っています。はい。のでそちらはいも靴下編む時の参考にしていただけたらなと思ってます。あとはあれですね。15個パターンが載ってて、1900円。お買い得ですね。はい、お買い得です。はい。お買いなんか得なんです。本当に、ね、最近パターンだけでも1000円ぐらいしたりすることを思うと、めちゃめちゃお得な気がしております。そうなんです。はい。私たちもいろいろ考えたけど、1900円にしかならなかったもんね。妥当なお値段です。そうですね。私たちからしても。いいかなと思ってこの値段にしました。はい。なので、楽しんでいただけると嬉しいです。はい。はい。発売日は4月3日です。はい。はい。展示会などもおそらく行うと思いますので、多分靴下は2つあるので、京都と東京に1個ずつ送って同時開催になると思います。なんか良かったね。頑張って2つ編むって。靴下ですからね。そうそうそう。そういうのできるんだなと思って。そうだね。はい。はい。だいたい編める糸も揃ってると思うので、お店にいらっしゃった場合はお好きな糸、色を選んでいただければ、アメリスの糸ばっかり、ほとんどアメリスの糸なので、はい。ぜひ選んでよろしくお願いします。はい、お願いします。はい。この動画が良かった、参考になったと思われた方はグッドボタン、あとチャンネル登録ですね。チャンネル登録、あとコメント、どの靴下が見たかったかですかね。これ見られてちょっとまだ皆さん名前とか分かってないかもしれないですけれども、よかったらラベリーなどご覧いただいて、中身見ていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。